これはオーライトとは全く関係ないですが、こんなのとか、こんなのを持っていたりします。これは嬉しいおまけです。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。皆さんはフラッシュライトって使っていますか？私は職業柄、若かりし頃よりライトは買っていたんですよ。フリーアクセスの床下でケーブルやハブを探したり、データセンターのラック内を照らすのに必須でしたね。最近ではあまりこの手の物理的なお仕事はしていませんが、ライトを買う習慣だけは残ってしまっているんです。一つあれば十分ですし、今後は使わないかもしれないのですが、なぜ買ってしまうのかは謎です。そうそう、気をつけてください。Amazon で売られているよくわからないメーカーのライトは結構ルーメン詐欺というのがあるんですよ。3000円程度のライトで10万ルーメンとか平気で書かれている商品がありました。ライトをあまり買わない方は、ルーメンって明るさでしょ、多い方が良いじゃんと騙されてしまう可能性があるので気をつけてください。そんなわけないんですよ。車のハイビームでも3000ルーメン前後と言われています。もし本当に10万ルーメンなのだとしたら、相当大きな筐体、相当数の LED、そして発生する熱を冷やすためのファンや冷却システムが必要で、とても3000円程度では販売できません。最近ではちょっと控えめな詐欺商品も出てきたのでたちが悪いです。9500ルーメンとか差もありそうな数字の製品なんですが、実際はせいぜい500ルーメン程度。いや、これはかなり明るい方ですよ。ライトとしては十分ですが、これを9500ルーメンとして販売するのはどうかと思いますね。さてさて、今回私が買ったのはこちらのメーカーです。オーライトです。こちらは2007年に設立された中国のフラッシュライトメーカーです。過去、米国のマブライトや日本のジェントストいろいろなライトを使ってきましたが、最近では価格や性能、耐久性の面でオーライトをよく買っていましたね。永久保証や30日間返金保証とアフターサービスもしっかりしてるんですよ。今回購入したのはこちら、アークフェルトウルトラ 3-in-1 ライトです。こちら 3-in-1 とある通り3つのライトが1つになっています。果たしてどんなライトでどんな性能なんでしょうか。早速開封していきましょう。今回はオーライト公式ショップから購入です。なんだかメタリックでかっこいい包装ですね。おお、これはおまけのフィジェットトイですね。後で見てみましょう。こちらが本丸です。E マークに FCC マーク。通信しないので技適は不要ですね。箱はマットな質感で高級感あります。オープン。引っ張る紐があります。下に何かあるんですね。おお、これはメダルですよね。オーライトのロゴがあり、相当精巧にできています。オキスロよりでかいメダルです。これはコレクターアイテムでしょうかね。何やら注意書きがありますね。ロックアウトモードになっている。なるほど。アクセサリーの箱が出てきました。そしてリードミー。内容物は以上のようですね。箱の中身はユーザーマニュアルですね。多言語で一部日本語になっています。そして安全に関する注意事項でしょうか。こちらも多言語対応です。そして充電ケーブル。タイプ8、磁石になっている独自コネクタですね。これはおそらくバトンシリーズと互換性がありそうです。平べったいきしめんのようなケーブルです。おまけのフィジェットトイも開けてみましょうか。
これもかなり精巧にできていますね。キングが持っているものは剣ではなくライトになっています。あ、いいですね。手持ち無沙汰の時にずっとカチャカチャやりたくなります。ちなみにフィジェットトイも結構好きで、これはオーライトとは全く関係ないですが、こんなのとかこんなのを持っていたりします。これは嬉しいおまけです。本体開けていきます。おお、金属の重厚感。あ、保護オイルがちょっと漏れてますね。ふきふき。新品の金属部品にはよくあることです。異常ではないですよ。テーブには充電端子。こういう感じで充電ですね。磁石はしっかり効いています。背面にはベルトクリップ。大きくてしっかりしたものですね。側面には滑り止め加工がされています。とても手にフィットしますね。そして正面にボタンとモード変更のダイヤルがあります。3つのモードを切り替えて使うことができます。真ん中がレーザーポインター。左が UV ライト。そして右が通常の LED ライト。長押しで光量が変化しますね。相当明るいです。何ルーメンあるのでしょうか。重さを測ってみましょう。約 120g。金属筐体ながらそこまで重たくないですね。これなら気軽に持ち歩きできそうです。ガジバジくん、これのスペックを教えて。はい、来た。オーライトだな。アークフェルトウルトラの筐体はオーライト独自のアルミニウム合金で作られている。標準的なアルミと同等の軽さでありながら強くて耐久性のある合金だ。そしてすでになおが見ていた通り3通りの光を放つ。緑色のレーザー光、UV ライト、LED だ。レーザー光のクラスは1。最も安全なレベルで国内での販売や使用も問題ないものだ。海外の高出力レーザー製品は特に注意が必要だ。日本では PSC マークが義務付けられているし、クラス 3B やクラス4など日本で販売してはいけないものもある。プレゼンでホワイトボードに使う分には問題ないですよね。ああ、これなら問題ないぞ。ただし、故意に人にレーザーを照射すると傷害罪、車両は道路交通法違反、航空機に向けて照射すると威力業務妨害罪など逮捕される可能性があるから取り扱いには気をつけてくれ。そして UV ライト。こちらも比較的安全な波長、UVA ではあるけど、長時間直視したり、皮膚の露出は避けた方が良さそうだ。ジェルネイルやレジンクラフトで使う場合は保護することをお勧めする。国際がん研究機関では UVA を人に対しておそらく発がん性があるとして分類しているぞ。そして LED ライト。これは普通の LED だけど実はかなり高輝度なんだ。さっきなおが試したのは420ルーメン、100ルーメン、15ルーメンの3段階だけど、ターボモードはなんと1400ルーメンだ。これは白熱電球に換算すると 100W 以上に相当するぞ。そんな明るいモードがあるの？そう、オフ状態からボタンを3回押すとターボモードになるぞ。ちなみに、オフ状態からボタン長押しで一番弱いムーンライトモードになる。これは1ルーメンだ。もちろん、光量が大きいと消費電力も多くなる。ターボモードだと4分くらいしか持たないから注意してくれ。その他ストロボやレーザーとの同時使用など便利機能があるからマニュアルを見てくれ。防水性能は IPX7 で水没にも耐えられる防水性能だ。IPX の X は防塵試験未実施を意味するから、埃や砂や泥には注意が必要かもしれない。最後に参考価格、公式ショップで通常 16,995 円だけど、割引セールをやっていたりするから、欲しい人はセールを狙ってみてもいいんじゃないかな。
おまけとしてフィジェットトイやミニ LED ライトがもらえたりするぞ。じゃ、またな。ライトは通勤時の自転車ライトにしたり、レーザーはプレゼンに、UV ライトはレジンクラフト、そして非常時、災害時に、マルチに使えるオーライトのアークフェルトウルトラ 3-in-1 ライトをご紹介しました。毎日持ち歩くエブリデイキャリーアイテムとしていかがでしょうか。それではまた次のガジェットで。